こんちは。本動画はマップ上のショートカットをまとめたものです。紹介するのは全部で5つです。1つ目のショートカットはマップの南側、坑道を出てすぐのところです。ここから崖を登って上まで行けます。1から2への移動は少しミスしやすいかもしれません。実際に登ってみます。1はジャンプすれば届きます。2にはダッシュジャンプで飛び移ります。あとは登るだけです。まあすぐ横に上に登るルートが用意されているので、崖上に向かう時間を少しでも短くしたい場合に使うショトカかなと思います。2つ目のショトカは1つ目のすぐ近くにあります。橋脚から崖上に登っていきます。軌道はこんな感じ。1と2のところで滑り落ちやすいです。なのでちょっとミスが起きやすいショトカではあります。早速登っていきます。1はジャンプで近づくと登るモーションを取ります。2にはジャンプで上に乗ります。落ちやすいので前方に歩き続けます。3のくぼみはジャンプすればはまります。4にはジャンプして上に乗ります。4から5にはダッシュジャンプで飛んでいきます。あとは登るだけです。別視点から。特に1から2の移動で滑り落ちやすいのでここがクリアできればあとは比較的スムーズに登れるのかなと思います。2に乗らず1から3に壁ジャン連打で向かうこともできます。どちらの登り方が安定するかはまだ調査中です。正直まだあまり体系化できていないショトカだったりします。3つ目のショトカは中央砦北西の崩れた壁の先にあります。貼り付けを経由して建物の上に登っていきます。少し外にそれながら2の遺体で反転ジャンプします。貼り付けに登ってその後ジャンプします。柵の部分に届けば登るモーションを取ります。同時でもう一度。補足ですが貼り付けの上部分に触れると何回でも登るモーションを取ってくれます。このショトカの難点は2の反転ジャンプが失敗しやすいことです。内側に寄りすぎると上の貼り付けにぶつかってしまいますし、外側に寄りすぎると貼り付けの範囲内に飛んでいってしまいます。ちなみに、上に登った後はそのまま屋上への別のショートカットにつなげられるので、場合によっては屋上に向かう最短ルートにもなり得ます。失敗した時のタイムロスがネックではありますが。4つ目のショトカは先ほどと同じく砦にあります。地下のボスに向かう入り口の付近ですね。ここから上に移動するショトカをご紹介しますが、まずはその前に普通に登る時のルートを確認しておこうと思います。北寄りにいる場合、瓦礫を足場にしてジャンプで上に登れます。南寄りにいる場合、柱を伝って上に登れます。以上を踏まえた上でお見せしたいのがショトカその4です。軌道はこんな感じ。1へのジャンプは縁のギリギリに寄ってから行います。レンガの部分に触れたら壁ジャンプで真上に軌道を変えます。上に乗ったらここから再度壁ジャンプをしてショトカ完了です。注意点としては1にジャンプする際の位置調整が少しシビアなことです。ここがうまくいかないと真上に壁ジャンプできません。あと上に乗った後の壁ジャンプはスティックを前に傾け続けていると上まで届きません。スティックを前に傾けるのは壁ジャンプ後の頂点の高さになったあたりでやるのがいいと思います。ちなみにこの登り方は反対側でも同様にできます。すぐ近くに安定して登れるルートがあるのであえてやるかはお好みで。最後のショトカです。場所はマップ上の北東。
崖下から祝福と霊気流のある場所まで登っていく書とかです。まず普通に向かった場合、このようにそこそこの距離を迂回する必要があります。次に書とかを使った場合、この軌道で登っていきます。ちなみにこの書とかは安定して登りやすいです。このように崖上に回り道せずつけます。個人的には一番使い勝手のいい書とかですね。欠点は登れる岩肌がどこだったかわからなくなりやすいこと。書とかの紹介は以上になります。使えそうだなと思った書とかはぜひ試してみてください。ここまでのご視聴ありがとうございました。